こんにちは、斉藤直樹です。今回は目と表情が上手くなる動画ということでやっていきます。やっぱね、キャラクターといえば顔、特に目と表情が大事ですよね。ただね、一口と大事と言っても、どう描いたらいいのか手順が知りたいという人も多いと思います。そんな方のためにですね、目と表情どう描いたらいいのか、どう描き分けたらいいのか、手順から描き分けまで解説していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。また僕のピクシブファンボックスから無料でね、素体をダウンロードできます。こちらのね、目、鼻、口は非表示にできますので、自分で素体を描けない、目だけを練習したい、顔だけ、表情だけを練習したいという人は、この素材を使って練習して大丈夫です。SNS にね、投稿しても僕は文句は言いませんので、常識の範囲内で活用してみてくださいね。概要欄に URL を貼っておきます。最初に大雑把に当たりを取っていきます。まずは表情のニュアンスを出しましょう。怒ってる、笑ってる、泣いてる、どんな表情なのかイメージを膨らませながら柔らかい線でざっくりと印象を描いていきましょう。この段階であんまり細かく正確に描こうとすると絵が硬くなる原因になってしまうので、慣れるまでは最初は大雑把に描くのがいいと思います。次にまぶたを描き込んでいきます。下書きの透明度を下げてまつげやまぶたを描き込んでいきます。薄く細く描くと印象が弱い目に、太く濃く描くと印象が強い目になります。キャラクターの性格によってまぶたの太さや濃さを調整していきましょう。次は目を塗りつぶします。黒目の大きさは最終的な印象に関わりますし、視線、キャラクターがどっちを向いているのか決める重要な部分なので、自分で印象を早くつかむためにも早い段階で色をのせちゃいます。線画より先に最初に色をのせてしまうのは、線画をきちっと描いた後で塗るよりも目の大きさの調整が楽だからですね。はい。そして白目を描きます。白目はね、見落としがちですが、印象を決めるための重要な要素なんです。白目をくっきりと白く描くと、より元気な印象になりますが、あまりね、白く描きすぎると、時と場合によっては目力が強すぎて、逆にですね、怖い印象になってしまうことがあります。適度に肌色やグレーを混ぜて、肌の色に馴染ませながら描いてあげると、柔らかい印象に近づきますよ。まぶたから落ちる影を描きます。これを描かないとですね、目自体が光ってるような感じになって怖いので、落ち影をね、描いてあげましょう。影が落ちている部分と影が落ちていない部分、上と下の差が大きいと、それだけ目力がアップします。逆に上下の色の差、コントラストが弱めだと、優しかったり、弱々しい印象を表現するのに役立ちます。全体の印象を見つつ表現しましょう。次。瞳孔を描いていきます。目の中に瞳孔を描きます。定山レイヤーを追加して、まず真ん中に濃いめの黒い点を、その後、それを取り巻くように線を描いていきます。線を少し途切れさせて、目の交際の感じを表現します。あとは最近では、瞳孔にハイライトの効果を合わせたもので、白で描いちゃうやり方も結構見受けられます。この辺はですね、ちょっとトリッキーですが、神秘的な感じを出せたりするので、好みやキャラクターの方向性によって試してみるといいと思います。さて、ハイライトを描いていきましょう。ハイライトはかなり重要な要素です。星を入れると言ったりもしますね。星を入れるとキャラクターに命が吹き込まれたような感じがします。ハイライトの大きさが大きいと、より元気な感じになりますし、小さいと少し元気のない印象になります。色も白くはっきりと描くと元気に、グレーでコントラストを抑えれば弱々しい印象を作り出せます。ハイライトを強調するための第2のハイライトを描きます。好みによりますが、目をより印象的にするには、僕はセカンドハイライトとして補色に近い色をハイライトの近くに置きます。明度は抑えつつ、彩度を上げて色を置くことで、より印象的な目に仕上げることができます。映り込んだ光も描きましょう。たくさん描くとキラキラします。より目に潤いを与えるには、映り込みの光を描き込みます。ハイライトほど強くはありませんが、うっすらと光を乗せていくことで、キャラクターの瞳が潤んで、よりリアリティのある表情にすることができますよ。レイヤーモードは、ソフトライトレイヤーを使うことが多いでしょうか。色が乗りづらい場合には、ハードライトレイヤーモードでも良いです。たくさん描けば描くほどキラキラした印象になるので、強弱をつけながら色々と試してみるといいかもしれません。まつげの部分に色を乗せると、よりキャラクターが生きている感じになります。まつげは真っ黒でもいいですが、端っこのね、目尻の方に赤を乗せてあげると、顔にね、馴染みますし、より生き生きとした表情にすることができると思います。
情報量を上げたい場合には、線で影を追加しましょう。ここまでで完成でも良いですが、さらに情報量を上げて目を印象的にするには、ハッチングを使いましょう。目の影の部分に定山レイヤーで斜線でハッチングを入れていきます。そうすることで目に引っかかりができて、より目を引く感じに仕上げることができます。最後に髪の毛で隠れていた部分をマスクで隠して完成です。完全に隠さずにね、うっすら透過させてもキャラクターに透明感が生まれて良いです。はい、これで完成です。さあ、ここからはキャラクターの書き分けについて各要素を少しだけ深掘りしていきますね。まずはハイライトの位置です。ハイライトの位置によってキャラクターの雰囲気が変わります。ハイライトは黒目の上部に描くほど元気でちゃんとこっちを向いていて視線を合わせてくれている印象になりますし、逆に下の方に描くとちょっとねうつむき加減なシャイな印象を与えることができると思います。またキラキラした印象をより強めたければ1個だけじゃなくて何個か星を入れてキラキラ感を強調しても良いです。これもね、キャラクターの性格によって書き分けたい部分ですね。目の大きさや位置によってキャラクターの年齢を上げ下げすることができます。目を大きくすると年齢感が下がりますし、小さくすると年齢感は上がります。目の位置を上にすると年齢が上がりますし、下に下げると年齢が下がります。瞳孔に落ちる影の位置によっても性格が若干変わって見えます。影の位置を上げると目力がアップして力強い目になります。逆に影の位置を下げると目力がダウン。性格の明るい元気な子はね、影の位置を上に上げて、性格がおっとりしていたり暗い子は影の位置を下げるといいと思います。さて、目の描き方が分かったところで、キャラクターに表情をつけていきましょう。いくらね、目がうまく描けたからといって、表情がつけられなければ、生き生きとしたキャラクターは描けません。ここからは、キャラクターの表情についてお伝えしていきます。基本表情。まずはベースとなる基本表情。こちらを元に進めていきます。ちょっとだけ微笑んでいるような自然な笑顔ですね。この講座を見ながらご自分で試してみると、さらに講座が深く理解できると思います。ぜひ自分でも試してみてくださいね。喜び。喜びを表現するのに一番効果があるのは口。その中でも口角を上げることですね。口を閉じて口角だけ上げるのも効果的ですし、もっと喜びを前面に押し出したい場合には、口を大きく開けてあげると、喜びを最大限に表現できます。これだけでもね、良いですが、ちょっとこれだけだと目が無表情だったりもしますよね。目だけ笑っていない状態。はい。場合によってはね、ちょっと怖い場合があります。なので、目元もしっかり微笑ませてあげましょう。ポイントとしては、眉毛、目のハイライト、そして下まぶたです。眉毛はこんな風に位置を上に上げつつ、弧を描くようにしてあげると、微笑みのニュアンスが強まります。それと目をしっかり見開いている感じを出すために、ハイライトを大きくしてあげると、よりキラキラした喜びに満ち溢れているね、感じが出ますね。あとは、これ大事です。下まぶた。場合によってはこちらを少しこんな感じでですね、持ち上げてあげると、ニコッとした感じが表現できると思います。悲しみ。次は悲しみの表情を作っていきましょう。悲しみは喜びとは逆に目力を弱くして口角と眉尻を下げることで表現できます。悲しみの場合には口よりも目元から描いてあげた方が表現しやすい気がします。まずは眉毛。こんな感じで眉毛を下げます。ちょっと悲しみを表現したい場合には眉間にシワを寄せましょう。さらに目から元気をなくしていきます。まずは上まぶた。これをより平行に近い感じにしていきます。もっと悲しさを出したければ、ハイライトを弱めたり、場合によってはもう全部なくしちゃうのも手です。そしてもう完全にね、目から光を消すと、これはね、もう結構ひどい目にあった後のような感じが出ますね。そして最後に口元です。悲しみの場合、口元で細かいニュアンスを表現できます。力いっぱい悲しんでいる様子を表現したい場合には、口をへの字口に、そしてうつうつとしたね、暗いニュアンス、シリアスさを出したければ無表情に、そしてこんな感じでね、少し微笑ませてあげると、これはちょっと自虐的な笑みといった表情も表すことができると思います。真剣。次に真剣な表情を作ってみます。真剣はそんなに難しくありません。主に眉毛、上まぶた、口で表現できます。真剣な表情も悲しみ同様目から描いていきます。まずは眉毛。
真剣な場合には、喜びと違って、眉毛と目の間隔を狭めましょう。あんまり近すぎると、怒っているニュアンスが強くなるので、ほどほどに近づけましょうね。角度は平行よりも若干逆ハの字気味にします。これだけで結構真剣な表情は作れちゃいますが、もう少しだけ真剣味を出したければ、上まぶたを少しだけ眉間と同様逆ハの字気味にしてあげると良いかもしれません。この辺はね、好みですかね。そして最後に、口で細かなニュアンスを表現します。への字口にすれば、スタンダードな真剣表現です。オプションで汗なんかも書くと余裕のなさを表現できますね。逆に少しニコッとさせると挑戦的な感じを出せます。これにも汗をかけば強がっているニュアンスが出せますよね。怒り。そして次は怒りです。怒りは激しい表情なので、逆に作りやすいですね。ポイントになるのは目。中でも瞳孔がポイントになると思います。まずは眉毛から作っていきましょう。怒りの表情は、できるだけ目に眉毛を近づけつつ、逆ハの字に傾けます。眉間にシワを描くと、さらに嫌悪感などを強調できますね。さらにポイントになる目に行きましょう。目は結構見開いている感じになると思うので、目に落ちる影を少しだけ上に上げます。キャラクターの性格にもよりますが、まつげの部分に少し角度をつけても、さらに怒っている感じが出せると思います。こうして目力をアップさせつつ、瞳孔を絞ります。こうするとね、カッと目を見開いて、相手を見据えているニュアンスを出すことができると思います。さあ、今まで同様、口で細かいニュアンスの調整ができます。口を結んであげれば、真面目に怒っている感じ。大きく開ければ、怒鳴りつけているような感じ。ほっぺたを膨らませれば、ちょっとギャグっぽい感じが出せますね。何かひどいことをされた後であれば、泣かせるのもありかもしれません。照れ。さあ、照れた表情を作ってみましょう。基本的にはキャラクターはカメラ目線が良いですが、照れを表現する場合には、あえてカメラから目線を反らしてみるのが効果的です。この表情も眉毛から作っていきましょう。ここまで見ていただいた通り、基本的には大体の表情が眉毛から表情を作るのが分かりやすいかもしれません。眉毛はちょっと困った感じで上向きの弧を描くように描きます。目にも困った色を滲ませるためにまぶたは平行にしていきます。そして目線はこんな感じでカメラから目線を反らすといい感じかもしれませんね。そして照れの表情でポイントなのはほっぺたの赤みを強くしてあげること。こうすることによって照れているニュアンスをより強く表現することができますね。ここからは先ほど作った表情を少し変えることで表現できる表情です。ダメージ。これはキャラクターのニュアンスにもよりますが、怒りか悲しみをベースにして片目を閉じることによって表現できます。ここでは試しに悲しみをベースにして作ってみましょう。先ほど作った悲しみの表情を用意します。そしたら片方の目をギュッと強く閉じさせます。眉毛も困ったように上向きの弧を描くと良いでしょう。眉間にシワを作ってもさらに感じが出ます。より痛さを強調する場合には涙をかいてあげると良いかもしれません。はい。痛そうな顔になりましたね。このままでも十分ですが、口を歪めてみるとよりダメージを強調できます。もうお気づきの方も多いかもしれませんが、口の表情は今感じている感情がどの程度強いのか、ちょっと痛いのか、中ぐらいなのか、あるいはめちゃめちゃ痛いのか、その程度の差を表現することに役立つと思います。基本的にね、口が開いている時の方が感情が強く出ますね。挑発。さあ、ちょっと挑発的な表情を描いてみましょう。意外にも、これはですね、真剣をベースにして作成できると思います。目はこのままで良いですし、気持ちハイライトを多めに調整してあげるのも効果的かもしれません。ちょっとね、潤んだような瞳にしてあげるのも感じが出ますよね。はい。そして口で挑発的な感じを出していきましょう。こんな感じで微笑みを浮かべても良いですし、さらに感じを出したかったら挑発的に舌を出してみるのも良いです。あまりね、やりすぎると下品になっちゃうので、どの程度出すかはその都度調整が必要かと思います。あとは唇にね、ハイライトを乗せてあげてもニュアンスを強調することができると思います。はい。ハイライトを乗せるの楽しいですよね。で、忘れちゃいけないのが頬の赤みを強めることです。これでグッと感じが出ますよね。どうでしょう？驚き。驚きは目を見開く表現なので、これも意外かと思いますが、喜びをベースに作成することができます。
まずは眉毛を余裕ない感じで逆ハの字気味にします。怒りとは違うので、目との距離は離しましょう。次に目です。驚いて目が点になるという表現があるくらいですから、黒目を小さくしてあげることで驚きを表現できますね。こんな感じで比較的黒目を小さく調整していきましょう。瞳孔を小さめにすると、より驚いた感じを表現できますよね。瞳孔とその周りの色のコントラスト差をつけてあげても効果的です。口は先ほど説明した通り、開けた方がより驚きを強調できます。今回は開けてみましょう。最後にオプションで汗をかいてあげるともっとわかりやすい表情になるかと思います。といったところでいかがだったでしょうか？今回は目の描き方、そして表情の描き分け方についてお伝えしてきました。また今日の講座を見て顔だけじゃなくてもう全身描いてみたい、チャレンジしたいという方はですね、こちらの動画完全版ポージングをうまく描く方法をご覧ください。きっとさらにキャラクターを生き生きと描けるようになると思いますよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。